皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いしお願いしまます。す。新春対談としてゲストはい。に小林信也さんをお招きして、はい。日本のスポーツのいかにダメさ加減かというこはい。とを喋ってきました。はい。最後はもうこれの結論に流れ込んできました。とは日本でやっぱりスポーツをダメにしている、あるいはスポーツに関するその文化をうん。ダメにしている元凶は、スポーツを支配している日本のメディアではないかと。要するに日本のメディアがジャーナリズムを放棄している。スうん。ポーツジャーナリズムを完全に放棄していて、スポーツを支配しているからダメになってるじゃないかと。そのトップは、読売ジャイアンツをずーっと支配してきた読売新聞だと。読売新聞がジャイアンツを手放したら日本の世の中のスポーツはガラリと変わると。面白く変わるぞというのが前回の最後にちらっと出た結論でした。それの結論を今回は、膨らませて、どういうふうにしたらいいのかということを言いたいと思います。読売関係者にはちょっときつい言い方になってしまいましたけれども、これは朝日新聞の高校野球支配、毎日新聞の高校野球支配も、これも同じですし、また読売新聞については、箱根駅伝の支配ですね。もう関東学生連盟、要するに関東のローカルな、うん。レース、駅伝にもかかわらず、まるで全国ネットのような、全国大会のような雰囲気で、なんとか、日本テレビが2日にわたって正月中継しているんですけれども、これがいかに日本の大学をダメにしているかということまでも含めて、今日は喋っていきたいと思います。小林さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。マスメディアに対して、私ももう73歳、今年74歳になりますから、何も怖いものはありませんけれども今まで散々いじめられましたから、マスメディアからは。だから、それこそ怖いところはないんですが、若いスポーツライターっていうのは、やっぱり、これはちょっと辛いですかね、マスメディアは敵にするというのは。どうなんですかね。僕はそんなにマスメディアに助けられてるんですか？僕、あんまりまあ、どっちもあんまり記憶がないというあ、か、そうか。小はい。崎さん、どうですか若い人としては。僕は全然何もないですけど、うん。僕らより若い人間は、そこまで何も考えてないっていう方が大きいですね。そ要すの、るに、それは気づきがないというこ気づきとかがないってことな。ですうん、ね。なるほどね。ジャーナリズムとは何かみたいなことを、もう何も考えていない。まああ、まあ、スそうですか。ポーツが好きだから、来て、なんか取材してるみたいなあ記者がほとんどですやっぱね。り、それはですね、私の言ってる原則を守らないとダメですね。まずスうん。ポーツを嫌いになること。その嫌いになった上で、それでもスポーツが素晴らしいっていうことに気づくことですね、大事なのはいや、ね。もう基本的に応援してるっていうスタンスで、取材しますからね。なそれをるほどね。しない記者、ほとんどいないですね。私も応援してるというスタンスはありましたよ。阪神タイガースを応援してましたよ。でも、負けてばっかりいたチームだから別に何とも思わなかったですけれどもね。まあでも、そこで読売新聞というのはいろんなイベントを新聞を売る手段にして、うん。活用してきたところがある。まあ、日本の新聞社は全部そうですね。はい。朝日新聞社なんかもね、世界一周の飛行機を飛ばしたりとか、いうこともしたい。イベントと中心になって、販売部数を伸ばしてきた。それの一つとして、野球が、すごく利用されたと。それを一番利用したのは読売新聞社であると。そこから始まったと思いますけれども、小林さん、
はい。このあたりを変えていくためには、どうしたらいいと思いますか？何かアイデアありますか？そう言われて思いついたのは、はい。法律を作ってもらうぐらいしかないですかね。うん。ああ、そうですよね。私、正直言いますと、その辺の狙いもあった上で、スポーツ議員連盟の方と何人かと結構、近づいて接触していろいろ話したという記憶はあります。というのはもう過去のものになってしまいまして、東京オリンピックの時に盛んに、スポーツ議員連盟の方と喋って、それこそ、朝日新聞の高野連、読売新聞の読売ジャイアンツですから箱根駅伝、に対してメディア批判は、内輪ではものすごくしましたけれども、外には全く出なかったですね。議員さんダメですね。メディアはやっぱり怖がってますね。その辺どうですか？そうですよね。結局、なんかみんな持ちつ持たれつっていうかね、うん。まあ、スポーツの場合も、結局、まあ、メディアに助けてもらってるっていう意識が組織の側にあるので、はいはい。きちんと、別に対立をしないまでも、スうん。ポーツ側の主張をきちんとするとか、また、うん。そのスポーツの組織を司っている人たちも、スポーツはこうあるべきだというなんかものがうん。そんなになくて、うん。儲かればいいというか、話題うん。になって、ファンが増えればいいみたいなうん。ね。うん。まあ、やっぱりどっちもどっちっていう感じがしちゃいますね。なるほどね。既得権益っていうものがメディアの中にもスポーツを通してあるというのは事実ですけれども、それと同じように、私がものすごく残念だったのは、日本スポーツ庁が中心になって、大学スポーツ協会が生まれましたですね。日本ではユニバスとユニいう名バスです。前で、出ています。それで、それは、アメリカの NCAA、これがまたね、日本では翻訳むちゃくちゃで、全米体育協会なんていう、ね、訳し方してるんですけれども、どこにも体育という言葉は入っていないのに、NCAA ってナショナルカレッジアスレティッスレックアソシエーションション。なんですけれども、まあまあ日本語の訳としては全米体育協会になってますが、これの真似をしてユニバスというのを作ったと。ところが、その全国の大学が、日本の大学が参加してないんですね。で、参加していない大学の名前を言いますと、慶応大学、明治大学、日本大学、同志社大学、関西学院大学、京都大学、東京大学、筑波大学。これがまあ、大体有名な大学としては参加していないと。で、なぜ参加したいのかっていうのは、まあ自分たちでやっていけるから、みたいなことなんですけれども、要するに全大学が参加して、そこでお金をプールして、それほど有名でない、人気のないスポーツなんかにもお金を回そうというのが NCAA のやり方。で、おまけに NCAA では、大学で単位を落としたものはスポーツに出れないと。それから練習時間の規定であるとかっていうのも全部規定してるんですね。そういうものを日本でも作ろうとしたはずなのにできない。これ、なんかね、日本です、メディアに対してものを言わないのと同じように、きちんとした意見をスポーツ界では言わないのか言えないのか、この辺小林さんどう思われますか？これ、僕も少し取材をして、その大学側の意見を聞いたりしましはい、たけど、はい、結局、例えば、まあ、一番を決めるみたいな時に、はい、全種目の総合ポイントでどこが優勝したかみたいな、うん、そういう、ことがある場合に、うん、ある特定の種目だけが、強化されている、まあ、単一大学のようなところは、絶おう、対に優勝できない仕組みになるじゃないですか。うん、まあそうですけどね。それとか、まあ、やっぱり、何のためにそれをやるのかっていうはい。あたりが、全く明確じゃない
で、いろんな考え方の違いで結局、まあ、分裂っていうか、一つになりきれないっていうとこだったように思いますね。なるほどね。メディアとも関係があって、メディアのもうジャーナリズムとして、その大学を、そういう大学のあり方っていうものを批判しなきゃいけないんですけれども、大学のスポーツも自分たちの、プラスにならば、喧嘩はしたくないから批判はしないというようなところがあって、それこそ、早明戦の大学ラグビーを中継しているのが嬉しいのかどうかは知りませんけれども、どうも主張ができないと。この辺にも、メディアとスポーツの関係っていうのが転がっているのかな、というのは私は感じているんですけれども、その辺はどう思われますか？うん、やっぱりメディアがやってるのが僕らにとってはもう僕らっていうのは日本人にとって当たり前になりすぎている。ああ、そうですね。はい。玉木さんのようにこう、あえて鋭くこう突っ込まないというのが日常ですよね。はい、そうですでも、ね。なんで、まあ高校野球一つにしても、うん、こんなこと身の回りにいっぱいあるのに、うん、よほど何か突出すると、うん。去年の広陵高校みたいなことになるんだけはい、はい。ど、うん、周りにもいっぱいあるよね、でもうん、誰も問題にしないよね、みたいなことうん。は、まあメディアぐるみでそれが表に出ないようにしているというのは、まあ、これもまたみんなが知っていることなんじゃないかと思うそう、ね。そうですね。みんなが知っていることということは、確かにその通りで、まあ、小林さんとはこういう、真夏の甲子園はいらないというような本なんかを一緒に作ったりもしたんですけれども、私もこれの本を作るときに、改めて知って驚いたのは、戦前には高校野球の組織すらなかったんですね。要するに朝日新聞がやっていたんですよね。で、それは戦後になって、GHQ がスポーツにそんなことではいけないから、これ組織作りなさいというので、朝日新聞が中心になって、全国高等学校野球連盟ですか。まあ、いわゆる高野連ですね。これを作ったと。GHQ が命令したんですね。で、高野連ができた翌年に、全国体育、高等学校体育連盟ができた。要するに高体連ができるんですね。だから高野連は高体連に入ってない。高校野球って、高校生のクラブ活動、スポーツのクラブ活動なのに、高体連に入ってないという奇妙な、まあ、はっきりはボタンの掛け違いが起こっているのに、私は初めて気づいたんですね。このあたり知ってる人っていうのは、ほとんどいないんですよね。で、それを朝日新聞とかメディアは知らせようとは絶対にしないわけですね。もう知らないように、しておきたいと。GHQ によって作らされたんだなんてことは絶対言いたくないわけですよね。このあたりのメディアのあり方っていうのは本当残念だと思うんですけど。だからそういうことをなんとなく知らせないままに来たんですよね。だから僕だっうん。たら、僕の実感だと、小学生、中学生時代から、なんで高校野球は国体にないんだろうとか、ああ、あるんだけど、なんかうん、他の競技と違って、すごい少ないチームがうん、エキシビション的にやるってなんでなんだろうっていうようん、うな疑問は持ってましたけど、そういった背景があるっていうことも、まあ、他はインターハイっていうね、はい。全部やるのに野球だけ別野球だけいない。別で。はい。だそれがなんかこう、当たり前に受け入れられて説明もうん、検証もされないままもう本当に何十年も来ているっていう感うん、じでうん。すよね。そうですね。まあ、それを擁護するというわけではないんですけれど、でしょうけども、擁護的なことを言う方は、読売新聞が関わっていたから、日本の野球はこれだけ発展することができたという言い方もされるわけですね。それはある意味僕は確かだと思うんですうん。ね。だからここのところで、もうそれだけでは、スポーツというのを文化として大きく広げることができなくなったんだから、メディアはスポーツを手放した方がいいですよ、と
いうようなことを言う時期に来たと私は判断してるんですね。ですからそれを誰がどのようにして言えばいいのかというのは、今、ちょっと政治家とか法律とかっていう言葉、小林さん言われましたけど、それを私が否定するようなことを、まず、残念ながら政治家は動けないんですよというようなことを言ったんですけど、どうですかね、その辺動かす方法として。それを伺って思ったのは、うん、正直新聞社だって、厳しいわけじゃないですか。もう、経営的に。本業そのものが、新聞はい、を多くの人が読まなくなっているという中はい、で、はい。どうあるべきかっていうのを、まあ、新聞をはじめとしたメディア自体がね、社会うん、の中で自分たちが何に対して貢献するのかっていうことを、うん、やっぱり自問し直す時期に来てういるはずですん。から、そうですね。彼らがそういう決断をしてくれるのが一番幸せだとう思うんですん、ね。うで、ん、玉木さん言われたように、僕も古いスポーツなんか調べてると、うん。例えば陸上の選手なんかが、みんなはい。朝日新聞だったり、毎日、大阪毎日所属とか言って、はい、はい。自分で国際大会出ながら自分で原稿を書くみたいな、そうですね。そういう時代もありましたよね。そうですね。だから、小田幹夫さんなんていうのも、はい。確か朝日新聞でしたね。そ人見れから、絹枝さんもそうですね。ね。人見絹枝。人見絹枝さんも、毎はい日新聞かな、大です。阪毎日だったかな。だから、そういう意味では、日本ではメディアがスポーツの発展に大きな貢献をしてきたことは事実なので、事実、はい。それはそれの時代ですよね。うん、そうですで、ね。玉木さん言われるように、もはやそういう時代はではなうくなったとん、いうことを、やっぱりまずメディアの方が高らかに宣言して、はい。まあ、それでなくても日本にはジャーナリズムがあるのかってういうこともん、問われている中でね、うん、本当にジャーナリズムのあり方を、やっぱり、まあ、スポーツもその一つといううん。ところじゃないですかね。だから、そうまあ、ですね。まあ、それ海外の例を、引いてくれば、やっぱり、メディアが、例えば球団を持つとか、はい。そういういろんなことへの規制が当然のようにあるみたいなね。そうですね。ええ、まあ、メディアには、というのは、情報がものすごく多く集まる集団なわけですね。ですから、それが、あるスポーツの団体だけを持つということになると、そこに情報がいろいろ集まって、要するに、これの前回話したベッティング、要うん、するに、賭けをする人に対して、ものすごい有利に立つというようなところから、アメリカの、例えばメジャーリーグ、の球団なんかはメディアの参入は許さないというところは、これはもう当時はそのベッティングが合法化されてない時代、要するに裏社会でやっていた時代から、もうメディア持ってはいけないというようなことがあったらしいです、それはね。うん、でも、ここに来てベッティングも、なんですか、スポーツを発展させるためには、重要な要素であり、やり方があるというような時代に入った今ね。要するに逆に、ジャーナリズムっていうものがスポーツを育てるために、スポーツから離れるべきだと。離れた方が日本のスポーツ、あるいは日本の経済、日本の社会のためにいいんだというのを訴えていきたいですね、うん。私は。小林さん、協もう力してください。お願いしますよ。最近よく利益相反とかそういう言い方もされますけど、はい。ベッティングにメディアが関わったら、要するにメディアが利権を貪るために、自分たちに有利な、報道をする情報。っていうことはもうジャーナリズムとしておかしな話なんで、そうですね。そういう原点に帰りましょうというね。うん、ただ、さっき小崎さんが言われたように、日本うん、うん。のスポーツジャーナリズムって応援ジャーナリズムなので、はい、そうです、はそうですね。基い、本が応援。でもこれはスポーツのある側面ではあると思うんですよ。はい、うん、でも応援が僕は悪いとは思わないけれどうん、も、うん、ただ応援だけじゃないのがジャーナリズムであるはずなので、はい、これがメディアがそのスポーツをプロデュースしてると応援一色になっちゃうわけですよね。はい、そうですね。そして、報道すべき客観的なことや、あるいは課題や問題みたいなものを、うん、まあ、隠蔽しようというふうになってしまいますから、はい、俺はもう玉木さんがおっしゃる通り、うん、
これなんとかしましょなんとかしましょう。はいなんとかしましょうというのを今年1年の目標に掲げて、読売新聞、朝日新聞は、プロ野球、高校野球から、もう一つは箱根駅伝かう。うん。ら手を引けというのを今年1年1回連呼した上で、はい。結論を出しましょう。これね、何ですか？ちょっと最はい。近見つけた面白い本なんですけど、ちょっとよく見えるように、あ、ピ幻のント能が、登駅伝という、おー、能登駅伝というのが、1960年代から10年間行われていたんだそうです。もう少し詳しく言うと、能登ですか？能登の、本当の、に七尾から金沢まで半島をぐるっと、ああ、上を回るの、能登半島。はい、能登半次出た能登半島の周囲を回るという島、はい。駅伝。はい。これ読売があやっあ、てね、おー、なんで始まったかというと、うん。どうもその時代に、渋滞がひどくて、箱おー、根ではもうできそうもないというような時代があったようですね。おー、それうん、をなんとか箱根以外のところで、読売ができないかという模うん、索をした中で、ちうん、ょうどその能登一周の道が開通したりしたこともおー、あって、で、うん、あとは、正力さんが、ううん。ん、です出身よね。ですし、あ、です。と富山のそういうことです出身で。よね。はい。うん。そこからスタートするという、まあ、そういうなるほど。点があった。ただ、うん。その10年のうちにオイルショックなんかがあって、箱根の渋滞が緩和されたみたいな。おー、そしたら箱根でできるんだからもう能登でやんなくていいねみたいな、まあ大う雑把に言うん。とそんな流れもあって、はい。まあ、財源もなく10年で、役割を終えちゃったみたいなことなんですうん、が、うん。これをね、まあ能登の震災もあって、はい。復興がなかなか進んでないんだけれども、うん。復興の一つの象徴として、うん。復興したら能登駅伝もう一回やろうとういうふうん。に動いていらっしゃる方々が今いるんですね。ああ、いいですね。はい。で、うん。調べたらね、その現場の中心になっているのは、早稲田で、僕はロサンゼルスオリンピックの代表なんで、よく名前は知ってる大森うん。さんという方が、はい。100メートルハードルの選手なんですが、はい。はい。七尾にある神社の息子さんだったらしくて、今、おー。お宮司さんなんですよ。はい。うん、で、祭りが専門。その研おー。究テーマとしては祭りが専門で、はい。ただ単に第二の箱根駅伝を作るので、そのうん。もう一回祭りとしてのスポーツっていうか、地域ああ、はい。のつながり、はい。絆、そして他からも来る人をどうもてなすかという祭りとしてのスポーツ、この象徴として、その能登駅伝をうん。やろうという呼びかけを今してらっしゃるんですね。なるほど。うまあん。当然メディアともね、協うん。力し合うんでしょうけれどはい。も、はい。はい。こういった新しいイベントが新しいうん。発想で行われるっていうのは一つうん。のなんか突破口になればいいなというふうに今ちょっと思いました。なるほどね。地方というものは非常にこれからはパワフルな存在になってくると思いまして、地うん。方のイベントがインターナショナルにつながりやすいということをやっぱり知るべきでしょうね。うん。これはJ リーグが生まれた時に東京ヴェルディが大失敗したこと、要するに川崎ヴェルディじゃダメなんだと。東京に行ってヴェルディで、東京読売ジャイアンツのようにしなきゃダメなんだと言って、読売が、J リーグと大喧嘩をして辞めていくんですね、サッカーからね。これは J リーグのためには非常に良かったことだったんですけど、その後、川崎フロンターレが非常に成長して、それこそ素晴らしい選手を世界中に送り出して、優勝も何度もして、昨年は、アジアカップ、アジアエリートですね。ECL です。で、準決勝、準優勝までしたというような団体になって、要するに、世界で言うならば、バルサがインターナショナルになってるのと同じように、地方がインターナショナルになるという、まあ、見本をやったわけですね。むしろ東京とかが全国区というような言い方の方がインターナショナルにはなりにくいんだと。うん。要するに読売ジャイアンツの箱根駅伝だというのがインターナショナルにはならずに、それこそ能登駅伝の方がインターナショナルに近いんだ
という発想がこれから出てくるというのが私は望みたいですね。そして地方のメディアが地方で何かイベントで活躍っていうか大きく後押しするというのはもう私は大賛成なのでやってほしいと思いますね。ちょっと唯一批判したいのは東京新聞が時々中日ドラゴンズの特集をやるんですね。あれは見苦しいですね、非常に。なんで中日ドラゴンズのことを東京新聞の中でこんなに大きくやるんかというようなことはちょっと批判したいんですが、それ以外のローカル新聞がローカルな話題を取り上げてやるっていうのは大賛成です。その能登駅伝、私もこれから注目しましょう。もう箱根駅伝よりもずっと注目しましょうというふうに思います。ということで、今年、何度か、もうそれこそ、で、信也さんには何度も何度もこの番組に出てもらいたいと思ってますが、読売新聞社が、箱根駅伝と東京ジャイアンツから手を引くまで、二人で頑張って大声を上げていきたいと思いますんで、一つよろしくお願いします。わかりました。ということで、新はい。春対談、はい。 3回連続、小林信也さんとお送りしました。終わりました。喋り切って満足しちゃいけないですよね。これからですよね。ここがスタートだと思ってますので、小林さんよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。